2026年2月7日、渋谷パルコにて Romeo the Dead Man のリリース記念イベントが行われました。題して Romeo is a Parko Man。 会場ではゲームの使用はもちろん、参加型のボス討伐チャレンジやオリジナルグッズを販売、この日のために開発したカツスターゲーザも食べられるし、さらには音楽ライブ、参加クリエイターのトークなど盛りだくさんの一日でした。 GHA ではこちらのイベントを複数のコンテンツに分けて皆様にご覧に入れます。こちらのコンテンツは第1弾となってまして、オープニングの挨拶からゲームクリエイターのスウェリーさんと津田51のトークコーナーまでをご覧になれます。会場にお越しにならなかった方もこちらのコンテンツで楽しんでください。それではどうぞ。はい、皆さんこんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。本日はですね、寒い中、ご来場いただき誠にありがとうございます。本日の MC を務めさせていただくゲームライターのローリング津田です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。早速ですね、ここで、グラスホッパーマニュファクチャー代表であり、ロミオイズ・ザ・デッドマンのディレクター、そして本イベントの主催者である須田剛一さんをお呼びしたいと思います。須田さん、どうぞ。おはようございます。皆さん大きな拍手をお願いします。ね、今日はすみません、雪の中ありがとうございます。本当にありがとうございます。ね、はい、まだまだ並んでる。すげえ。ね、大盛況ですね。本当ですよ。本当にこの。いや、もうお客さん来ないんじゃないかなと思って、僕雪の予報聞いてたんで。そんなことはないですけど。いや、だからこの間まで僕ちょっとサンフランギリギリまで出張行ってて、雪の情報してたんですよ。土日が降るみたいな。イベントやべえなと思ってて。はい。でもね、そんな中ね、皆さん本当に来ていただいて本当にありがとうございます。須田さんにちょっとお伺いしたいんですけど、まず今回のイベントの企画の開催趣旨をお伺いしたいなと思うんですけども。よく分かってないんですけど、そんなこともうね、来週発売なんですよ。なのでなんか盛り上げたいなと思って、そしたらたまたまパルコさんからちょっと面白い話をいただいて、この土曜日しかも P ボックス空いてたんですよ。これはやるしかないと思って、予算を占めてる熊谷の方にお願いをして、今日実現することができました。で、最初お金取ろうかみたいな話もあったんですけど、いやいや、もう発売のね記念なんで、もう今日はもう無料イベントっていうことで、思い切ってやることにしまして、しかももう今日めちゃめちゃフェスみたいな感じですごいんですよ。そうなんですよ。ちょっとじゃあタイムスケジュール見てみましょう。タイムスケジュールお願いします。そう。夜までてんこ盛りなんですよね。そうなんですよ。ね、今日終わりね、9時予定なんですけど。9時予定ですね。いや、終わんないかもしれません。ただね、電車が止まるといけないので。そうですね。そうです。だから電車のね、皆さん時刻表チェックをしてください。というわけで、本当に今日トークあり、ライブあり、あと皆さん参加型のそうですね。私有大でのボス挑戦イベントあり、これもぜひちょっと楽しみにして。そうだ関根さんと。そうなんです。うちの YouTube チャンネルでやってるキネマ51っていうのがあるんですけど、今日はヒグマを紹介してもらって、ギリギリまで鈴木福さん出演交渉したんですけども、やっぱお忙しいみたいで、残念ながら福君は今日ねちょっと来れないんですよ。残念です。というイベントありますので、ぜひ皆さんね、午後がねもうとんでもないことになるので、ぜひ皆さん夜までぜひ遊んでってください。プロモーションでなんか海外行かれたそうですよね。そうです。先週ですか。まずロンドン行ってきまして、そこで4日間いろいろやってきました。1日はですね、なんか BBC 系のスタジオに行ってカツカレーを作ってきました。料理チャンネルコラボしてくれて、なんか僕を呼んでもらって、そこでカツカレーを作りながらゲーム投稿するみたいな。すごいね。ゲームのプロモーションで行ったのにカツカレー作る。でもね、面白かったです。いろんな仕込みがちょっとあって、ゲーム中にもねカツカレーがね、そうですね、出てくるんですよね。結構バフ系のアイテムでカツカレー食べれますんで、しかもロミオのお母さんが作ってくれるんですよ。そうなんですね。そうなんです。で、今日もね、皆さんぜひ食べてください。素晴らしいカツカレーが今日しか食べれないコラボカツカレーになりますんで。
ぜひね飲みながら食べながらね、座ってそうですね、イベント見ていただければと思います。もう昼間から皆さん飲んでやってください。という感じで、という感じでね、ぜひね実際に遊んでいただければと思います。というわけでですね、この後すぐですね、ゲストにゲームクリエイターのスエリーさんをお呼びしまして、須田さんとゲーム業界に関するよもやま話をしたいと思います。長丁場のイベントとなりますが、皆さん最後までぜひお付き合いください。ありがとうございます。最初のコーナーは、ゲーム業界よもやま話と題しまして、グラスホッパーマニュファクチャーの須田さんと、あとスペシャルゲストのホワイトオール代表のスエリーさんとお二人でですね、ありがとうございます。いろんな話をしたいと思います。いえいえ、総業最高。ありがとうございます。お二人の関係をまずちょっと最初お伺いしたいんですけども、大学の僕が先輩で大学の後輩ではないんですけど、びっくりした。全然違うんですけど、上田さんなんですよね、先輩後輩はね。そうです。先輩後輩は上田文人さんで、須田さんではないんですよ。須田さんは心の先輩というか、ジェダイとパダワンなんです。心の先輩なんです。そう。お二人で今回なんか最近タッグを組んでなんか作品出された。そうなんです。まさにホテルバルセロナ、これですね。そう、9月に出たんですけども、ホテルバルセロナというアクションゲーム。ホラーコメディスラッシャーアクションなんとか。そういうゲームを出したばかりなんですけど、そうなんでここ数年は結構須田さんと濃くやり取りさせてもらって。そうなんですね。どういう役割で？5、6年前ですか？19年とかの時にうちのイベントを渋谷のロフトでやったんですよ。その時にスエリさんゲストで来ていただいて、そこで即興で立てた企画がホテルバルセロナだったんですよ。じゃあいつか一緒にやりましょうって言ったら本当に実現してしまったと。なるほど。じゃあ最初は本当に雑談から始まってそういう。そうです。でその後1ヶ月後ぐらいにカナダのイベントでまた一緒だったんで、その時真面目にやりましょうかって話をして、1週間ぐらいねずっと一緒だったご一緒させてもらったんでね、そこで結構企画ミーティングしっかりやったりとか。そうなんですね。そうなんです。どんなゲームかぜひ皆さんに紹介したいと思います。映像お願いします。血がポップコーンになってたのはそういうマイルドモードなんで、一応配信とかに配慮して、なるほど。だからポップコーンを集めるゲームじゃない。なるほど。実際は血なんですよね、ポップコーンはね。違ってます。で先ほど9月26日配信開始ってありましたけど、昨年のってことですよね。はい、もう出てます。今もうアップデート続けていってる感じですね。話聞いたところによると、ホテルバルセロナのなんか発表かなんかのイベントの時に須田さんがゲストでなんか出たんです。イベントかなんかの時。阿佐ヶ谷ロフトですよね。あれは阿佐ヶ谷ですね。そうですね。ルーム6551っていうトークイベントやらせてもらいまして、でそこで須田さんに来ていただいて、これが完成品ですよと。でマルチプレイ対戦しましょうって言って須田さんに僕は負けてしまうという。一緒にねプレイさせてもらって。で今日はまた逆の立場で須田さんの逆の立場で僕らのタイトルの発表でスエリさんに来てもらって。後でねしっかり遊んでもらおうかなと。じゃあ今日はこの、ゲームクリエイターのお二人にですね、いろんな、ゲーム業界のよもやま話、言える範囲で言えない話も、話してくれると思いますので、今日は多分結構ゲームメディア
とか出版社の取材も多分入ってると思うので、そうですね、多分全メディア入ってると思うので、思うんです。おそらく結構なんか危ないこと言うとちょっとね怖いかもしれないですね。危ない話をする。じゃあ今日どんな話が飛び出るかね、早速いきたいと思いますけども、これからですね2人にゲーム業界の2択問題を次々にお伺いしていきます。でそれぞれお手元のフリップありますよね。A っていうのと B っていうのがありますね。2択問題なので自分はどちらかっていうのを選んでもらってフリップを出していただいて、それに関してトークをしていきたいと思います。じゃあ1問目どうぞ。出るんだ。はい、どちらかというと好きなのはどちらかっていう。ゲーム関係ないですからね。最初なんで出だしなんでこういう感じで。これちゃんと理由も答えてくださいね。はい、じゃあいきますよ。せーのドン。須田さんが A でセリーさんが B。気使ってもらいました今。いや違うんですよ。じゃあ須田さんからじゃあお伺いします。僕もスタローンもスタローン、はい、もうロッキー世代なんで。でもこの2人で結構悩みません？いや僕はねスタローン一択です。もうスタローン一択ですか？シュワルツェネッガーももちろん好きなんですけど、見てる映画の量だったら多分スタローンかなと思うんですよ。セイリーさんはなぜ？いやもう難しい質問だと思うんですけど、シュワルツェネッガーの彼にしかできない演技、シュワルツェネッガーでしかできない、どの映画を見てもシュワルツェネッガーにしか見えない、役になりきらない演技。でもそれで言うとスタローンもちょっとそうその系譜ですよね。近いっちゃ近いんですけど、セリフのこもり度合いとか、一枚上かなと。あらゆる役をやっているにもかかわらず、全部スタローンじゃないシュワルツェネッガーにしか見えない、やっぱり奥の深い演技が。じゃあ次の設問問題いきます。どうぞ。はい、ゲーム開発に必要なものはお金か情熱か。やっとゲーム業界の話になりましたね。せーのドン。また分かれましたね。須田さん A。僕はね A じゃないんですよ。ごめんなさい、半分です。半分です。半分ですね。両方ともです。半分半分ぐらい。今回ちょっとセリーさんがちょっとお話一回聞きましょうかね。ゲーム開発って書いてるんで、商業ではなければ。そうですね。商業じゃなければ。ゲームを作るだけであれば情熱でできると思うんですよ。働きながらね。そうインディーの皆さん。商業がちょっと入っちゃうとやっぱり圧倒的にそうですね。予算がないと作れないですよね。っていう意味で本当はどっちも大事なんですけど、でもこれがなかったらお金だけある人ゲーム作れないじゃないですか。そうそれもあります。そうですね。あとはなんでかなと思って選びました。で須田さんが半分半分って。やっぱり両方ですね。僕はずっと僕らの時代まだインディーなかったですからね。会社員になってゲーム作るっていう道でずっとやってきたので、両方あるのがもう大前提になってるんで、ちょっと選べなかったですね。やっぱそれは須田さんはグラスホッパーマニュファクチャーっていう経営者っていう視点からしてもやっぱね両方やっぱ大事ですね。そうですね。ということで、じゃあ次の問題いきましょうか。じゃあお願いします。いいアイデアが思いつくのは A が一人の時で B がミーティング中、みんなでいる時か一人でなんか結構考えるタイプかどちらかってことですね。せーのドン。須田さんが B で B です。セイリさん分かれますね。分かれましたね。分かれますね。また分かる。須田さんから聞きましょうか。ミーティング中今回ロミオはやっぱりミーティングで客のメンバーと話し合っていく中でみんなが自由に発言してそれが面白いアイデアにこう紹介していく感じなんですよ。だからもう悪乗りする感じのアイデアも面白かったら OK だったりとか、結構ミーティングでどんどん積み上げていった感じありますね。須田さんのゲームの作り方みたいなのちょっと知りたいんですけど。最近 B です。最近 B なんですか。昔は A の時もあった。昔はほとんど A じゃないですか。本当ですか。結構キラー7ぐらいまではA ですね。セイリーさんが A なんですけど、セイリーさんはどういう感じでいつもゲーム作られるんですか。ミーティング中ってぼーっとしてるっていうかなんかあんま何も考えて早く終わらへんかなみたいな感じなんですよ。なんか自分が
言うことの方が面白いっちゃうかっていう気持ちがあるから、聞き手に回るのが下手なんです多分。で海外出張とか行くので飛行機の中とか現地のホテルで時差ボケで寝られない時とかにノートパソコンでパパパっていう時にこうなんかつながっていったり、アイデアがね、あとビルドができてくると週末に大体作ってもらって土日遊ぶんですよずっと、でその時にフィードバックのリストを毎回作って、でそれを見直して形にするんですけど、そのリストが週明けにドバってくるスタイルなんで、みんなが戦々恐々として、月曜日はそういう日なんですね。そうなるほど、ありがとうございます。じゃあ次分かれますね、意外に分かれますね、結構ね。じゃあ次行きましょう。面白いもんですね。次じゃあ4問目かな。より大切なのはどちらか。A 初期衝動の貫徹で B が堅牢な組織づくりです。じゃあ行きましょうか。はい、せーのドン。 A ですね。これお二人とも A なんですね。ここでやっと揃いましたね。ゲームを作ってる過程で芯の部分は変わらないですけど、細かいところで変化していくじゃないですか。その変わっていく部分が組織がしっかりしていればしているほど変えにくいのかなという印象はあります。なるほど。そういう意味で会議室で仕様が決まるスタイルもそうですし、僕みたいにフィードバックが多いスタイルも同じだと思うんですが、変更に柔軟な分、初期のエネルギーっていうか、これは素晴らしいから作り上げようみたいなのは大事かなとは思いますね。最初になんかその出来上がったっていうか、初期衝動のアイデアみたいなのがやっぱ途中でもちろん変わっていくと思うんですけども、変わっていった時ってどうやって対応するんですか？ロミオはね、だからそういう大きいのが2回ぐらいありました。本当ですか？教えてください。後で山ちゃんとトークするときに。じゃあその時に撮っておきましょうか。じゃあでも大きななんかその変更点みたいなのがじゃあ2回あったんですね。2回ありましたね。整理さんいかがです？そのアイデアがその変わっていく感じをどうコントロールしてるんですか？うちは小さな組織っていうのもあって、一応大事にしてるのがですね、やれることとやりたいことの使い分けっていう形なんですけど、アイデアってやれることを出しがちなんですよね。何をやりたいか、やりたいことは何かを話し合うようにしているので、そこはもうぶらしちゃいけないと。で話した結果、じゃあやらなきゃしょうがないよねっていうプログラマー攻略を思いついたんですよ。その論法だとプログラマーやってくれるんです。でもね、プログラマー攻略もうちもそうです。やりたいことを伝えたら動いてくれちゃうんで、その攻略を大事にしてると、それで変化に対応していくというか。なるほどね。じゃあ次行きましょうか。じゃあ5問目お願いします。これ100問とかないですよね？大丈夫ですか？100問ないです。大丈夫ですかね？90問ぐらいあります。マジですか？クエスチョン5、本当はメタクリティックストアが気になるか？記事になってましたよね。記事になってましたね。まだ記事になってました。せーのドン。B 気にならない。整理さんも気になってましたけど、記事ではもう気にしないって僕は一回言い切ったので。なるほど。気になったとしても気にしないよ。気になったとしても気にしない。来週にはもう出始めるんですよ。気にしてるじゃないですか。いや気にしてないですよ。気にしてないけど気になる。気になりますね。気になる存在であります。整理さんは気にならない？そうですね。レビューはもう見るのやめたんで。やめたんですね。須田さんとセリーさんは気にならないとおっしゃってましたけど、ゲーム作ってるやっぱスタッフの皆さんとかも気になる人とかもやっぱいるんですかね。そういう話とかします？いや、うちのスタッフ多分誰も気にしてないですね。本当ですか？みんなメタクリクソぐらいだって多分グラストッパーのスタッフはみんな持ってるんですよ。自分で買って遊んでみてね、良ければそれでいいし、そうですね。自分に合ってるかどうかと。もう一つメタクリってメディアレビューとゲーマーレビューあるじゃないですか。ゲーマーレビューの方がやっぱ大事ですよね。ちゃんと本当に買ってくれたね生の声があるので、そっちをちゃんと反映して、でメディアなんてほら結局全部エンディングまでプレイするわけもないじゃないですか。なのでね、そこの点数よりかはゲーマーの皆さんがちゃんと、点数つけた方を大事にしていきたい。確かに。で常に言ってます。確かに。じゃあ次6問目いきましょうか。1ヶ月休みが取れたらどうしますか？ A、刺激の取り込みが B が、骨休みをするか。せーのドン。須田さんが B、整理さんが A。これ分かれましたね。じゃあ整理さんからお話聞きましょうか。
コンテンツとかは普段でも消化はできるんですけど、体を使わないとできない、例えば海外に行って人に会うとか、普段の時間的制約でできないことっていうのをこう考えると結構大事ですね、僕にとっては。で対する須田さんが B です、ね。僕は B ですね。普段から刺激は結構もうなんかあるじゃないですか、今生きてると。だから日々の刺激だけでもちょっと十分というか、お腹いっぱいなぐらいなので。須田さんなんか長期のお休み取ることってあるんですか？ここ何年かでありました？ないんじゃないですかね。ヒューマンやめてグラスホッパー設立する時も3日間でしたかね、休みが。そんな、そうですね。あっという間に。というわけで、じゃあ次の質問いきましょうか。はい。生まれ変われるなら A、映画監督、 B 小説家。せーのドン。須田さんが B ですね。小説家。あれ、せいりさん小説家。あれ、せいりさんなんか映画作りたいって映像系やりたいって言ってましたけど、お話ちょっと聞きましょうか。じゃあ実は一冊小説出してるのもあるんですけど、あるんですけど、やっぱり一人で完結する、ある程度もちろん出版まで行くといろんな方が関わってくるんですが、一人である程度完結させられるのに挑戦してみたいかなっていう。なるほどね。須田さんはどういう理由で？でもほぼ一緒ですね。せいりさんってやっぱり一人のね、個人技だけでお形にできるっていうのは挑戦してみたいなと思いつつ、多分今生きてる間無理だろうなと思ってます。本当ですか？でもね、チャレンジしてみるね、あれはめんどくさい。めんどくさい。めんどくさいですよ。シナリオを書くのもね、めんどくさくて大変じゃないですか。例えばそのお二人は AI はどう考えてます？だからトカゲだけ AI にやってもらうとか、そこをちょっと添削してもらうとか、ゲーム開発にもおいてもそうだと思うんですけど、AI はどう感じてます？バレそうな気が。バレそうな使うとバレそうな気がするんですよ。バレるとかっこ悪いじゃないですか。だから潔くいきたいかなっていう気はするんですけど、でもそういう時代になってくるんでしょうね、きっとね。せいりさんどう思います？01っていうのはまだまだ多分難しいんですけども、アシスタントとかとして使う分にはすごい優秀だと思ってて、理由はその無限にリテイクができる部下。確かに会社でリテイク3回も出したらちょっと気使うじゃないですか。そうですね。そうですよ。AI も100回でも200回でもタフですからね。平気で申し訳ございません言うて答え出してきますから、それがいいなと思います。確かにね。そうですよね。でも僕個人的にはそのお二人が書いた小説はちょっと読んでみたい気もしますけどね。須田さんのは僕は読みたいですよ。短編なら。短編じゃ短編集を誰か企画してください。そう、本当ですよ。須田さんの小説短編集、カフカの短編集をね、たまに視聴中読むんですけど、めちゃめちゃ短いんですよ。短いですね。これね、20個ぐらい書けば出せるかな。一冊になりますよね。確かに。ぜひ皆さんご期待ください。須田さん面倒くさいだから皆さんがこうやって焚きつければね書いてくれるかもしれません。そうですね。頑張ります。というわけでこれで全ての質問が終わりました。ありがとうございます。これゲーム業界のよもやま話になってたんですかね、まずね。皆さん楽しかったですか？よかった。ありがとうございます。ちなみにちょっとね、せいりさん次何を作るのかちょっと。そうバルセロナはちょっとね、これからもねコラボとかもあるんですけども、次は女子高校生がちょっとエッチな妄想をすることで事件を解決するようなミステリーとかどうですか？いいじゃないですか。なんか講談社ゲームズとか集英社ゲームズから出そうな雰囲気がなんかするじゃないですか。ぜひぜひ皆さんセイリーさんの今後のご活躍ご期待ください。言っちゃうと作らんといけなくなるからそれをほら今はね構想だけです。構想だけです。今日は決まってないですよ。決まってない。あくまでも構想です。ホテルシリーズはもうこの後やらないですか？デスゲームホテルとかホテルバルセロナのありましたから、ホテルシリーズ。そう、ホテル5部作のうちの次ね。5部作？わかんないですけど勝手に決めてますけど。いやありますよ、もちろん。ありますよね。ありますよ。でもホテルバルセロナの時本
当こんな感じだった。本当ですか。こうやってご話してご飯食べながら、でいろんなこと言いながら殺人鬼集めてぶち殺しましょうよ。そうです。チャンスがあればいつでもやりたいんですけど、そこには最初の方にあったお金が関わってくるの。最初に。そうなんですよ。そうことなんですよね。確かにね。というわけでそろそろちょっとお時間が来ました。はい、原料界よもやま話と題しまして、スエリーさんゲストにお迎えしてお話を伺いました。というわけでゲストのスエリーさん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。大きな拍手を。大きな拍手を。お疲れ様です。ロミオイズアパルコマン。津田さんもありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ引き続きお楽しみください。